猫と日本語。猫和日语 Cats and Japanese. 初級の文系。Sentence patterns for beginners. 大谷さんはどこですか？ Where is Otani-san? 皆さん、こんにちは。さくらです。僕は猫猫です。一緒に文系を勉強しましょう。今日は人物や物の所在を確認する疑問文について説明します。例文もたくさん紹介します。授業の後に宿題をしてくださいね。興味のある方は概要欄をご覧ください。チャンネル登録といいねもうお願いします。文系の紹介。大谷さんはどこですか？大谷さんは球場です。基本の例文。大谷さんはどこですか？ Where is Mr. Otani? 大谷さんは球場です。Mr. Otani is at the ballpark. 大谷さんは球場ですか？ Is Mr. Otani at ballpark? はい、そうです。Yes, he is. ヘルメットはどこですか？ Where is the helmet? ヘルメットは1階です。The helmet is on the first floor. これらの文系の意味や表現できること、人物や物の所在を尋ねることができます。人物や物質の所在を伝えることができます。品詞の説明。大谷さんはどこですか？大谷さん名詞です。は主題を表す副助詞です。どこ？これは場所を表す不定称の代名詞で、場所の所在を尋ねるときに使います。です。断言を表す助動詞で、丁寧な言い方です。か文末につけて疑問文を作る修助詞です。大谷さんは球場です。Mr. Otani is at the ballpark. 大谷さん名詞です。は主題を表す副助詞です。球場名詞です。です。断言を表す助動詞で、丁寧な言い方です。名詞は名詞ですの文型について。大谷さんは日本人です。Mr. Otani is a Japanese. 大谷さんは球場です。Mr. Otani is at the ballpark. この2つの文は構造が同じですね。2つの文には助詞はの前と後ろに名詞があります。そうです。でも表す意味はだいぶ違います。この文章では日本人は大谷さんの属性を表しています。この文章では球場は大谷さんのいる場所を表しています。大谷さんは球場です。Mr. Otani is ballpark. この文は奇妙に聞こえます。この文の意味をよく考えて書き直してみます。大谷さんがいる場所は球場です。The place that Mr. Otani is the ballpark. さっきの文はこの部分が省略されていたのですね。そうなんです。このような言い回しは日常会話で多く話されています。具体的な例を見てみましょう。うなぎ文について。泰造さんとすみれさんは飲食店に来ています。何を食べますか？ What would you like to eat? 私はうなぎだ。I will eat eel. この文章は泰造さんが選んだ料理を表しています。私が食べたいのはうなぎだ。The food I want to eat is eel. この文はだですの文章です。そして動作の部分が省略されています。このような特徴の文をうなぎ文と言います。日本語は主語を省いて話をすることが多いですね。動詞の部分を省くこともあるんですね。文脈から文の意味を判断すればいいのですね。そうですね。では所在を表す例文をいくつか紹介します。リカルドさんはどこですか？ Where is Ricardo? リカルドさんは映画館です。Ricardo is in the movie theater. ハヤトくんはどこですか？ Where is Hayato? ハヤトくんは動物園です。Hayato is in the zoo.
大谷さんは球場です。 Mr. Otani is at the ballpark. こちらの文章の後ろに「か」をつけると、大谷さんが球場にいるのかを確認する疑問文を作ることができます。大谷さんは球場ですか？ Is Mr. Otani is at the ballpark? 例文を聞いてください。セシルさんは美術館ですか？ Is Cecil in the art museum? はい、そうです。Yes, she is. 泰造さんは温泉ですか？ Is Taizo in the hot spring? いいえ、泰造さんはプールです。No, Taizo is at pool. 大谷さんは球場にいます。 Mr. Otani is at the ballpark. 存在を表す表現にはこのような表現もありますね。はい、そうですね。こちらの表現はまた別の機会に説明します。ヘルメットは1階にあります。 The helmet is on the first floor. 物の所在はこのように表します。こちらの表現もまた別の機会に説明します。これで今日の授業は終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねもうよろしくお願いします。またお会いできることを楽しみにしています。さようなら。また会いましょう。